はい、2個目の、点心は、焼き餃子です。皆さんご存知で、大人気の焼き餃子、お家でも作るように、いきます。これが、材料も一般家庭でも、スーパーとか簡単に売ってるの、材料ですね。でこれが中力粉、これ、白菜とキャベツ、一応もう塩でもみして、水を流してから、水を切ってます。リナーとか、これが塩と、片栗粉。これも、ニンニクと、おろし生姜、あといろんな調味料も一緒に混ぜてます。早速調理、行ってきます。で、まずレシピ、今までこの水を1回沸かして、これ全部、沸かさなくていいんですよ。大体70度、80度くらいでお湯だけでいいから、一気に入れます。入れたら、すぐ混ぜます。で、もしこれ中力粉なかったら、強力粉と、薄力粉半々で。で、よく混ぜたら、とりあえず、また熱いから手が冷めないから、これとりあえず置いときます。で今生地を冷めましたから、ちょっと手で一回入れてから、でこれボールこういう状態だったら、一旦台移してよく入れます。でこういう状態まで出たら、一旦ラップして、だいたい7、8分くらい寝かしてます。なんで寝かすかって、これ数値まだちょうど出てるけど、グルテンは全部完成してないんですよ。一回寝かしてもう一回入れたら、この表面をデコデコはツルツルになるから、これグルテンがもっと強めにしてほしいですね。で寝てる間にあんを作ります。で使うは一般スーパー売ってるの、豚のミンチですね。で、入れるの材料の順番は、まず塩、混ぜます。混ぜるときは、同一方法でちょっと同じ方法で混ぜきます。でこれ粘り出たらさらにこれ片栗粉を加えて粘りが強めにします。で、もしジュースが欲しい、もっとジュースしたやったら、こういう時が少しお水を入れます。少し水を入れます。
で、縛ったらこれ調味料と薬味を入れます。で次、ラードとごま油。で、最後ニラや、キャベツと白菜を入れて混ぜています。でこの感じで、先ほど2回寝かせて生地をさらにもう1回、出ていきますね。2回目はちょっと軽くでいいんですよ。3、4回くらいで。そしたら先ほどとちょっと変わってくるんですよ。表面がツルツル感が、できていますね。でさらに1回なくして、寝かせていきます。これも、7、8分くらいで、はい。寝かして終わったら、生地を細かく切りますね。1個大体10グラムで、はい。で切った後はこれ、立って押しますね。全部立って、このまま押すとしっかりくなっちゃうから、だから1回立ってから押したら大体最初から丸くなりますね。比べたら全然違うし、最初なるべく丸くした方は、あと伸ばす時は、丸くなりやすいですね。で丸くしたらたっぷりの打ち粉を入れて、そこから麺粉を入れますね。で最初両手で90度変えてある程度丸くしてから、持ち上がりで麺棒手前から押します。真ん中まででこれくらいの大きさで。麺棒はなるべく皮の横に、上やったら見えないから横に入れて、こうやったら力届けないから、なるべく、皮の少し横に入れて押していきます。手前から押す、手前から押す。押したら回して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 
で真ん中が薄く真ん中が厚く周りがちょっと薄く召していますね。で皮を溶かしたら、包んでいきます。あんを1個リチコラムであん入れたらアンペラで少し押さえてから周りきれいにして、それ餃子のポイント、包み方のポイントは一回これ、人差し指を一回角を作ってで止める、押す止める、押す止める、押す止める。これ安定少ししたら、少し左で手を押さえてから止める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 。最後でしっかりして少し長めにしてから完成ですね。押して止める、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 止める、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 止める。最後にグッと締めてこんな感じですね。はい、今包んだ餃子を焼いていきますね。でまずフランパンを温してからでサラダ油を入れます。で餃子をきれいく並べていきます。でこの感じで並べてからさらに火をつけて、はい、こういうくらいの形を並べたら、火を、弱火から中火くらいまで、焼いていきます。こういう薄い焼き色ついたら、今から水を入れますね。水は温かい水でもいいです。もっと早くできます。水入れる量はだいたい半分ぐらいかな。餃子の高さに。で蓋を閉め、ここから強火する。だいたい5、6分くらい。水がなくなるまで、焼いていきます。で今水がくられましたね。で水がくらったら、さらにサラダ油を
して、火力が、強火から弱火まで下がっていきます。ゆっくり焼いていきます。さあ、これもうできました。どうかな。いけますね。こんな感じですね。